綺麗ね。綺麗ですね。はい。アイシャドウもいいし。いや、これ価値ある一枚ですよ。よし。そうですね。よかったですね。ちょっと無理して移動して正解でしたね。釣らせましたね。よかった。ほう。おはようございます。はい、おはようございま夏くん、今日はどんなお客さんメンバーでしょうか。す。今日はね、定期的に来てくれてる方もいれば、お久しぶりの方もいれば、お初の方もという、皆さんね、同級生のメンバー。同級生3人組。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。でね、今日は、この朝早くに集まったのは、お昼から多分海が荒れちゃいます。はい、なので、今から午前中の短時間勝負になります。で、夜は今日は、松山市の一番町にある、四国三郎吉野川さんという私の船頭仲間が経営している、海鮮居酒屋があるんで、そこにお持ち込みをして皆さんで宴会されるらしいので、じゃあ皆さんが釣ったものをそこでさばいてもらって、食べて飲むと楽しいプランですね。そして実はこのお仲間のお一人、ちょっと恥ずかしがり屋さんがもう一人これね、おります。4人チームでねやりたいと思いますので、よろしくお願い。たくさん釣りましょうね。よろしくお願いします。お願いします。今から出港していきます。で、今つけていただいたライフジャケットに関しては、寄港するまでしっかり、つけておいてください。じゃあ皆さん頑張って釣りましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、すみません。ありがとうございます。はい、じゃあね、今から釣り方の説明をしていきますね。はい。平場って釣りしたことある人？ないです。ないです。2人だけやね。はい。じゃあね、まずどんな仕掛けでやるのっていうと、こういうね、重り、ラバー、ゴムの中に針、タイをこの、ゴムラバーで釣るよっていうのでタイラバっていう釣り方になります。で、この仕掛けは重りの中をこう糸が誘導といって動くようになってます。で、重りが先先行して海底に落ちていきます。で、トンってついた時に、ラバーは軽いんでまだ上にいます。これがヒロヒロヒロと落ちてくるんだけど、大事なのは重りがトンってついた時にリールを巻いてもらう。まだこれが上におる時に巻いてもらうとスーッと重りのとこまで行って重りと一緒に上がっていきます。で、タイはね、海底付近にいて上から落ちてくるものを見てます。あ、向こうに落ちてるなって言ったら近づいてきてます。で、重りがついてそれに気づかずそのまましてたらいずれこれもついちゃいます。そうするとせっかく近くまで来たタイが見切って逃げちゃいます。なので、落ちてるのを見させながらトンってついたらすぐ巻くことによって追いかけてきてくれます。はい。で、大体ね、下から食ってきます。で、この下の方は針ないですよね。で、こうトンって竿先に当たりが出たりする時もあるんですけど、この時に合わすっていう作業しちゃうとまず釣れないです。スポッて抜けちゃいます。なのでトンって当たりがあってもこう巻き上げる、動作はずっと続ける。どんどん餌が逃げていくよっていう感じで、そしたらタイが食べたくてどんどん上まで行きます。で、針まで来ると勝手に反転って言って頭を下に向けて、針にかかりますから、落としたら、すぐ巻く、巻き始めて当たりがあっても同じ速度でずっと巻き続ける。落として巻くだけの単純な釣りです。ただ奥が深い釣りになりますんで、じゃあ今から出港準備していきます。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、今の説明聞いて盛り上がってきましたか？盛り上がってきました。お名前と今日の目標を教えていただいていいですか？はい、井上と申します。今日は、とりあえず1枚釣り上げたいと思います。何を1枚でしょうか？40オーバ
お、タイ。 40オーバーのタイ、マダイ。マダイ。1枚。1枚。井上さんは40オーバーのマダイ1枚ということで。はい。お名前と目標お願いします。はい。一橋克也です。ノブさんが40オーバーということだったら、私は50オーバーを。はい。タイを。50オーバーのタイということですね。はい。で、お願いします。山本です。やっぱり45ぐらいの肩のいいのを1個美味しくいただきたいですね。45。先ほどの話ではタイラバ初めて。初めてですね。じゃあもしかしたらね、最初の方は結構なんか釣れるという話ですから。ビギナーズラックをきっちり掴みたいと思います。楽しみにしております。そしてもう一人謎の人物がいますが、ね、こちらの方もね、釣りましょうね。はい。よし。4人で、4人チームで参加ということでよろしくお願いいたします。はい、お待たせしました。皆さん、ちょっと濡れちゃった。大丈夫。ちょっと揺れますけどね、ここからスタートしていきたいと思います。でこの場所でちょっと沖合見てもらったら分かるように、大きな大型船が通る本線航路があるところで、ああいう大型船が通ったらだいぶ時間差で波が来ます。なので、大きな波が来るときはアナウンスするんですけど、定期的にちょっとああいう遠くも見ながら、通ったなと思ったら先々に、波が来るよという形で気をつけながら釣りをしてみましょう。で、釣り竿なんですけど、前に左右2人、後ろに左右2人、船酔いが心配な方は後ろの方がいいかな。なので皆さんでご相談いただいて好きな場所で、まずは自分の釣り竿に、移動してください。中学の時が乗ってない。中学生ぶりの船。はい。鹿島に渡った時に乗ったくらい。大体50メートルとかやったりするんですか？結構聞いてる感じは結構80とか90とかまでねあったり、40から90ぐらいの間で結構ね、野津くんの何メートルですっていう言葉を聞く限り、野津くんさっきお客さんからも大体何メートルぐらいなんですかねって言ったら、この辺り松山沖っていうのは何メートルから何メートルぐらいがやっぱ多いポイントとしては50から60ぐらいが50、60ぐらいが多くて、時期によってこういうちょっと深いところ狙ってみたりはするんですけど、どこもがこんな深いところばっかりではなくて、さっきフグの免許もお持ちってこと、そう調理料理のお仕事されてるんですか？そうです、お店やってます。じゃあもう魚の専門家みたいなもんじゃないですか。釣る方はでっきりダメなんです。お刺身にできる魚釣ったこと生まれて1回しかないんです。普段もうめちゃくちゃ魚、小さい煮付け用のやつしか。じゃあこれでマスターしたらもう釣るのもできて料理もできたら完璧ですね。料理やめて売る方にもありますから。真下がね74メーター。さあ、野津くん、今日も真冬の中出航してますけれども、冬はやっぱこう魚の活性が低いとよく聞くんですけど、この寒い中楽しむ釣りっていうのはどういうポイントが冬の楽しみというか。冬の楽しみはね、やっぱり魚自身が油を蓄えて、この寒さ、水温の低さに、備えてる状態なので、すごくね、魚が美味しいんです。そう、釣るのはさっき言った低活性が低くて難しいんだけど、釣れた時の一匹の喜びっていうのは、また他のシーズンとは違う、そういう視点で、狙っていける時期なんじゃないかなとは思います。美味しい。もうこれにつきますね、この時期は。今日のお客さんもコラボプランで。そうですね。いいですよね、それが。自分の釣った魚を食べるっていうか最高のね。そうです。釣った時の長考話しながらね、美味しい魚、美味しいお酒、最高ですよ。いいですね。さあ、誰が最初に、どうぞ、今日のお客さん、野津くんめちゃくちゃもうこれまでお客さん見てきてるじゃないですか。
だからなんとなく雰囲気でわかると思うんですけど、今日この中で誰が最初にこう上げそうですか？それ難しいですね。そうなんとなくのこうもう直感でこうこの雰囲気をまずこの人立松さん見てて仕掛けの一橋さんが角度的にもいい感じでずっとできてるなっていうのは。数々のお客さんを見てきた野津くん、当たるでしょうか？今のところ魚が釣れてないのでちょっとね、こういう当たりすらないですけどね。野津さん、もうそろそろウォーミングアップね終えて、もうそろそろこの辺りにこうね、タイがこうかかりそうな感じですよね。井上さんも今年釣りは何回目なんですか？いやいや、久しぶりです。じゃあもう今年初の釣りということで、初物が素敵なタイが。もう少々お待ちください。ちょっと修行の時間が続きますね。ですね。ですね。山本さんどうですか？素晴らしい。ナイス。すごい集中しながらやってますよ。タイの身のことばっかり考えてしまう。さっきの話を聞きよって。天然マダイは寝かした方が美味しいですよ。やっぱ握りにした時にね、やっぱり寝てこう艶が出てきてこうそれを握るとね、やっぱり美味しいですね。お出汁がよく出る魚なんで、やっぱりこうタイアラのお汁にしろ何にしろやっぱ美味しいお魚ですよ。綺麗ですしね。野津くん、このね撮影をしてて、僕いつもびっくりするのが、タイって、釣り上げた瞬間がめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。そうですね。そうですね。あれなんか全然違いますよね。生きてる海中から出たばっかりでアイシャドウ、青色のねアイシャドウだったりね、斑点の青色だったりっていうのはやっぱリアルなね、生の生きた魚だからこそ見れる姿ですよね。そうなんですよ。特に魚に関してプロから見てこの愛媛っていう地域やっぱいい魚が入るとこで。トップクラスですよ。そうですか。それはやっぱり日本で一番美味しいって言ってもいいかもしれないんですけどね。それぐらいもうプロから見て。山本さん、さっきから魚詳しいですけど、なんという飲食店なんですか？岩井谷にあります、味源山本と申します。よろしくお願いいたします。懐石料理ですけど、ちょっと握りも出す、ご予約のみの偉そうなお店をやってるんですよ。素晴らしいですね、それ。いや、まだまだ。この間で2周年を迎えたばっかりで。そうなんですね。釣れたお魚でもね、ちょっと自分のでやりたいですね、本当。夢ですね。これは僕が釣った後でプールに出すの。一橋さんは今までで釣った一番大きい魚は？僕多分53センチぐらいタイだったと思います。大興奮ですか？大興奮ですね。50センチオーバーあったと思います。野津さんのご指導のもと。井上さんはもちろん1メートルぐらいで濃いでしょ。井上さんのあそこのところで池でも釣ってみたいですよね。井上さんは池を持ってるんですか？なんですか？鯉の養魚なんですよ。お仕事が鯉の養魚の。そうなんです。じゃあ
釣りとは違うけど魚の専門家ですね。いやー、全然その釣りじゃない方で。いや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 、でもちょっと面白いですね。その鯉をね育てていらっしゃる方がこう、海に魚を釣りに来てるっていうこれは。いや、海はでかいですよ。錦鯉を育てる。そうなんですよ。差し支えなければどこでも松はどこですか？僕会社は二見町での方でやってるんですけど。二見で。海外の方にもすごいなんか人気があるみたいなこと聞いたんですけど。そうなんですよ。はい、業界自体はね、もう本当輸出産業じゃないんですけど、日本で生産されているそう錦鯉の8割以上ぐらいはもう海外向け。8割以上なんですか？どこの国に行くんですか、ちなみに。東南アジアとかヨーロッパとかも多いですね。そうなんですね。アメリカとあと中国とか。じゃあもう本当に世界各地に。大体先進国みたいなところにはほぼ行きますかね。さっきの山本さんの料亭にも外国のお客さんをね一度連れて行ったことあるんですけど、べった褒めでしたよ、山本さんの料理は。あ、そうなんですか。いや、それはね、外人さん相当喜んでたよね、山本さん。山本さん、はい、凄腕らしいじゃないですか。もう何がですか？料理の方ですか？まだまだです。お恥ずかしい。凄腕料理人が釣る鯛をぜひ見せてください。のちこやっぱこう今日は平日ですけど、平日にこう船に乗るとこういろんな職業のユニークな方がね。そうですね。皆さん面白いエピソードを持ってますからね。こういうお話将来の僕は釣れるかなと思いながら話が盛り上がってる時に釣れるやろうと思ったんですけどね。まだですね。今ね、それでもなんか当たるなテンション上がりますね。ね、そうそう。テンション上がりますね。これは釣れるということですね。あら、一つ松さん惜しい。今当たりがありましたが、一つ橋さんに当たりがありましたが、でもなんかいい感じのねなってきたってことですね。これはね、当たりがあるってことは。ちょっとした変化もいかんのですね。あそこは冷静に。昨日もね、一回誰かに当たって、やっぱり当たりが続きましたから、これから絶対チャンスなんで、頑張ってやりましょう。山本さん、元気？元気。1ミリも諦めてないよ。ね。そうですね。ここで心が折れると本当ね。負けです。負けですよね。今からがチャンスですから。ね。いや、惜しいとこまで来とると思うんですけどね。なんか思うようにいかないですね。こういう時の船頭さんの気持ちとしてやっぱ祈るような気持ちで。もちろん祈るのみです。いや、もともとコラボプランということだからなおさらちょっとね。そうなんです。連れてほしいですね。皆さんが美味しくね宴会ができる、自分の釣った魚をね食べたいですよね。そうなんですよね。いやー、釣れるはずです。ね、釣れるはずですよね。ドラマはね、こういうちょっとやりにくい時によく起きるんで、誰かがドラマを起こしてくれるはずです。ちょっとポイントを変えてみると。そうですね、もうちょっとこの場所は風とうねりが強くなってきたんで、安全第一で。はい。なんとか1枚。ね、欲しいですね。舞台が整いましたね。よし。まあ釣りはどうしても天候との戦いよね。まあそうですね。これで釣れたら感動ですけどね。
ついによしよし。ついに一つマッサンはい大切にいきたいですけどあげたいですね。やる男ですね。決めてくれるか一つマッサン。ここなんですよね。ねラスト10メーターだったら言ってください。あ、8です。およし、のつくんだ。おお、なりました。綺麗なタイが上がりました。綺麗なタイが上がりました。よかった。よかった。よつばさん、ありがとうございます。YouTube 的にも最高です。素晴らしい。今回のご飯が取れました。はい。おめでとうございありがとうございまます。す。はい。ありがとうございます。すごい。とりあえずやりましたね。おかずは確保しましょう。よかった。おめでとうございますごい。す。綺麗ね。綺麗ですね。いや本当綺麗はい。会社のもいいし。いや、これ価値ある一枚ですよ。失礼しましたね。よし、よし。 2枚目いきましょう、次。よし。ね。はい。よし。よかったですね。よかったですね。ちょっと無理して移動して正解でしたね。釣らせましたね。よかった。ほう。よかったです。ねやっぱりドラマ待ってましたね。ねこのやりにくい中、え。ね頑張ると。え。いやいや。神様は見てくれましたよ。いや、一安心だ、本当。はい。そしたら、次の巻き上げで上げていただいて、今日は終了にしたいと思います。じゃあ、ありがとうございました。今日はちょっと勝利させて今日ですね。勝利しやすよ。そう。僕が釣ったタイでよければ食べてください。またリベンジしましょうよ。またやりましょう、はいやりましょう。はい。ぜひぜひ。イメージトレーニングしとかないまた次の楽しみができましたいね。や本まあそんな簡単にね。皆さんお疲れ様です。いやお疲れ様です修行の修行にはなったけど、なんとかでも予定通りね、午前中の朝一はそうですね釣りが成立したんで、でも今の状況だったらやばかったでしょ。あーあれが朝からだったらちょっと、で今吉永さんから心配で電話かけてきました。お刺身取れるからで、いや大丈夫ですって言いましたんで、はい。さあ今日のが38センチですね。 38センチ、はい今日の超過はこれ貴重な美味しいサイズですよね。はい、美味しいサイズです。いや素晴らしい。じゃあこれを今からはい。美味しく締めていきますね。よろしくお願いします。コラボプランの場合はお店に持ってってもらってっていう形ですよね。はい、この後もお持ち込みいただいて、はい。はい、じゃあ今からね美味しく締めていきますんで、はい、いただきます。まずは脳天締め。このねエラのこの線、内から線からずっといったらこの辺りですね。ここに入れて、目がクリクリってですね。まずは脳天を締めて、まだ締めてない。はい、この次は神経を締めていきます。ワイド線を入れて、この穴から入れていきます。ピクッと。で、色が変わっていきますね、また。白くなって。はい、で、また色が戻ってきます。そして、これで血抜きをしていきます。
エア豚の僕はいつもこの2枚目、下から2枚目をこの側線の付け根に動脈があるので、こういってですね。さあこれで美味しい今晩のお刺身ができたと思いますね。また引き続き今年まだ始まったばっかりです。スタートで爆笑しちゃうとその後がねつまらなくなりますから、これ今スタートがフラットからスタートできましたから、もうあと上しかないんで、はい、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。夜も楽しんでください。ありがとうございました。皆さん。で、無事皆さんお送りしましたけれども、いやー、今日は本当最後釣ってくれた一橋さんが救世主のように感じました。チャーター出港だからこそ数は今回1匹でしたけど、みんなでこうそこに向かってやってなんか結果が出た時のね、一体感ってねやっぱいいですよね。しかもこれが今から夜ね。ですね。今日も改めて思いましたけど、いやついても難しいんですね。そうですね。思うようにはいかない、筋書きがない、なかなか毎日海に出てても同じことはないですからね。はい。チャンネル都合ですけど、やっぱ絶対に釣らせる男とつけてるので釣れてくれてよかったです。よかったです。本当ちょっと名前変えんとかなと思い。さあチャンネルもおかげさまでねどんどん成長して今1200件を超えて、登録が1200超えるぐらい登録してくださってましたけど、改めて今後の抱負とお願いお願いします。そうですね。1月1日からねこの新たな試みの YouTube、配信を行ってて、予想外といいますか、すごく反響いただいて、1ヶ月経たずでね、登録数でこれで昨日、今朝時点で1250名くらいかな登録いただいております。本当ありがとうございます。引き続きね、釣りを、中心にいろんな情報を、配信していきたいと思いますので、ぜひ今のチャンネル登録もね周りの方にも勧めていただいて、こういう面白いことしてるのがおるよということを、ぜひ、拡散していただいて登録をいただけると私も励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もそうですけど、やっぱりねできるだけたくさんの方が釣ってる姿も配信したいし、またこの北条松山の地元のいろんなこと配信したいですよね。そうですね。やっぱ知ってもらいたいこと、こんなとこにこんないいことあるよっていうのをね、この YouTube せっかくね、新たな試みでやってますからね、皆さんに見てもらいたいので、またよかったらぜひ引き続きご覧いただいたらと思います。またね、ロス君が今地元北条のいろんな飲食店とかいろんなところにお声かけをしてね、コラボプランっていうのをいろいろ進めているようですので、それも楽しみですので、またいろいろ教えてくださいね。はい、またおいおいカミングスーンでいろんな情報出してきますので、はい、お楽しみにしてください。はい、それでは今回はこれで終了します。はい、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。